拡散出ます。今日春キラリがないので今切れちゃってるんで、これだけになるんですけど、これが西の香りの C5。ちょっとね赤みを帯びてるんですよ若干。僕の目では赤みを帯びてる風に見えるんですよ。春キラリとか道産系の小麦は割と黄色かったりオレンジっぽかったりするんですけど、B3 これの B3 だけで作ると本当にすごい赤茶色みたいな赤粘土みたいな色になります。はい。これまだ見せてなかったですね。でもこれでもそこまでもほらより赤みがかってるというか。この夢力っていうのはすごい骨太で雑味もしっかりあって、結構味に厚みがあるというか野趣的なイメージ、僕の中では野趣的なイメージです。春キラリはちょっとクリアな、甘みがしっかり強くて、このローカルミールでしか出せないこととかできないことがあるわけですよね。もう全部基本的に春キラリとか夢力って今まで無味無臭って言われてたらしいんですよ。無味無臭、個性ない。高タン夢力とかでハイプロテイン高タンパクのボリューム出すためにちょっと補填として入れるようなために開発された小麦だって聞いてて、でそれを鈴木さんが弾いたらもうめちゃくちゃうまくなったらしいんですよ。そのやっぱ鈴木さんが持つテクニックとかいろいろあると思うんですけど、そういう革命を起こしたと僕は思ってます。これが夢力 B3 っていうんですけど、こっちが胚芽とか、こっち胚乳に近い方で、こっち胚芽とかに近い方。このなんかローカルミリングさんとかがいてくれるおかげで、こう引き目とかを自分でこう言って製粉してもらったり、さっき言ってた水分見ながらとかが可能になるんですよね。大きい製粉会社さんは何十トンってなければそれを買ってお願いしない限りできないですよ。すごく広がるベーカーさんのこうやりたいことが広がるとか言って、ほら引き目すごくいい。ほら何があるといいんですか。どういいんですか。なんだろうか、こんな感じ。さらっとしてるとどうなるかっていうと吸水率が上がるですよ。そうするとほらすごいさらっとしてるでしょ。その分水分入るから少し気泡が入ってほわってなるんですよ。だから全粒粉にありがちなこうどっしり重くこうなっちゃうっていうのが少し減る。だから自分が持っていきたいパンがそっちだから、そうするとそういう製粉をしてくれる方はすごく神。いきます。お、いいですね。ほら見て、こんなに軽いんです。私はいいと思います。パン屋さんとかパン職人料理人の方はその生産者の顔が見たい。で農家さんは農家さんで自分が作った小麦が最終どういう形になって世の中に送り出されるのかを見届けたいっていう。で間を取り持てるのって製粉会社なんですよ。そうですね。小麦って粒のまま食べれないんで、そうお米とちょっと違うんですよね。なのでそれをちょっとやってみようっていう感じだったんですね。
極力なんていうんですかね、あまり小麦に負荷をかけない弾き方っていうのはやっぱ大事なんじゃないかなっていうのは。であと、綺麗にしすぎちゃうのも、普通にじゃあ小学校とか保育園とかで小麦粉ってどんな感じって書いてって言ったら、多分山書いてもう真っ白のまま出すと思うんですよ。それがイメージなんですよ。だけどそれって要は精白されちゃってる小麦粉なんですよね。じゃあその皮の部分だったり胚芽の部分だったりっていうのがどこに行っちゃったかっていうと、大概が餌用飼料用の襖に行っちゃうんですね。要は香りの強い部分っていうのはそっちに流れてっちゃう。で胚芽の甘みもそうですけど、で胚芽に関しては油分が多いので酸化しやすい。だからそれを入れることによって賞味期限がすごい短くなっちゃう。匂いが出ちゃうんで嫌な匂いになっちゃうんですよね。でそれはやっぱ除去しなきゃいけないっていうのが規模の大きい製粉会社の方たちは皆さんに工場のライン上はもう除去するようになっちゃってるんですよね。きれいにしなきゃいけないからって。逆の発想で茶色くすればいいやっていう感覚なんですよ。なのでそれをすることによって味わいだったり香りだったりっていうのを持ってるその品種の特徴っていうのが出やすくなってる。説明入ってこないかな。はい、すいません。要は石臼なんですけどここに粒の状態で入れないです。でそうなんですか。粒の状態で入れたら1時間に 700g、800g、1キロ弱しか引けないんですね。1日に原料ベースで、200キロから、ちょっと頑張って300キロ引けるようにしていかないとすごい価格が高くなっちゃう。原料小麦の原料を一旦あっちの金臼製粉機ってあるんですね。あそこで砕きます。皮の部分と、胚乳の部分と、その時に発生して細かくなった粉の部分、要は3種類ここで出てくるようにしてます。で胚乳の部分だけをセモリの石臼で引くと、ものによってはなんですけど、3キロから5キロ1時間で処理できる。で皮は皮でまた別で石臼通して引くんですけど、皮の方は皮についてアリューロン層っていうところがあるんですよ。で小麦の、一番うまいとこってよく言われるんですね。コアな人からすると例えると魚の皮岸の脂のところが美味しいよねってあるじゃないですか。あれと一緒なんですね、感覚的には。でここのアリューロン層だけの粉を、集めようとも思ったんですね、こうやるときに。本当に美味しいのかどうかっていうのもあって、もう確実に分離させたいっていう。できるんですか？できました。味はどうだったんですか？それだけの。味がすごい濃いですね。そうなんで皮に近いっていうのでやっぱりその風味も強い。なんで一歩間違うとちょっとえぐみ感じるぐらいなんで。でただ出てくるのが全体の、大体15% から、多いと 20% ぐらいで、あとはこのセモリナの引いた部分っていうのは、大体全体の7割が、その粉になってるんで、メインはそっちなんですね。小麦ってほぼほぼでんぷんなんですよ。でそのでんぷんのうまみとか甘みっていうのがやっぱり重要というか一番分かりやすいというか、その品種の違いによってその美味しさが違うのはやっぱりでんぷんの質が違うからっていう部分はあるんで、さっきのアリューロン層の粉とでんぷんの要はここの2つを特化した粉を作ると。でなんで全粒粉にしないのっていうのはよく言われるんですけど、言えば出せるものは全粒粉で出してます。全粒粉にしたいっていう方に関しては出してるんですけど、なんで振るかっていうとその襖を入れることによってちょっとえぐみを感じたりとか美味しさの足を引っ張るような感じだから僕は振るってるんですね。なんで
古い芽もそれぞれ違うようにしたりっていうのは農家さんが乾燥調整かけた原料が来たら精爆というか表面についた汚れだけは取りますね。取って、取ったものを冷凍処理かけて、冷凍処理の目的としては、虫を殺すためで冷凍処理2日かけたものを常温に戻してからやっとここに加工するっていう。それは石臼を選んでるのは何でなんですか？まず熱の部分ですね。ロール製粉ってやっぱり従来の製粉会社がメインで使ってる製粉の方法で、ロール製粉だとやっぱりすごい熱を持つんですね。で石臼はどこまで上がっても多分接地面50度もいかないんですよね。流動分布の部分なんですけど、細かいところもあれば粗いところもあるっていう風にしたかったっていうのも、その粗いところがあるからそのパンにした時に、要は保水性がいい。ただ石臼の石は、変えましたね。御影石がメインなんですけど、安山岩の方がいいっていうので、はい、滝口なんですよ。空気の層が入ってるんでつぶつぶなんで、ここに空気の層があるんで熱も落ちにくい。で御影石だともっとギュッて詰まってるんですよ。で御影石って多分温度するとここの多分厚さがこれぐらいになると思うんですね。そんだけ詰まってるんですね、重さが。で御影石だと小麦って硬いんで、硬い品種引ききれない。安山岩でも引けない品種あるんで、それこそ夢力とか北の香りってすごい硬いやつはやっぱザラザラ、ちょっとサラサラしてる感じですね。細かいのとザラザラしてるのが混在してるやつなんで、もうこれぐらいだったら製パンはできると。ガンガンお水が入ります。入ります。ふかふか。ああ、いつも水が入らないやつもあるんですよ。種類。そう種類、農家さんの育て方にもよるのかな。そうなんですか。あと仕上がったその原料水分乾燥具合でも変わっちゃうし、で硬すぎてその損傷でんぷんが発生しない、引いてもできないから水が入らないっていうのも、その自分が持っていきたいところにすごく近いところまでさせていただいたっていうのがあれです。だからうまく説明できない。わかります。そんな感じ。やってみないとわからないから。夢力特有の引きがないんですよね、うちの子のって。そう食べて歯切れがいいんですよね。そうなんです。でももっちりはあるんですよ。そうなんです。もっちりとその歯切れがいいが共存するのが、なんでそんなに変わるんですね、製粉で。変わりましたね。僕もびっくりしました。すごい変わるんです。それ具体的に何をどうしてるからそうなるんですか？さっきの話で流動分布ですね。なんで粗いところが入ってるからその決着力がそんなに強くない。なんで製粉会社の夢力だとやっぱり粒はもう全部均一で細かいんですよ。で水入れるとやっぱりそのでんぷんの部分なんでのりになっちゃうんでくっついちゃうんですよね。そうするともうもっちりしか残らない。歯切れとあと香り。そう香りも、全然違うと思うんで。ですよ。なんかやっぱコーナーの生き方っていうのがだからすっごく大事だっていうのをそこで知ったんですね。ここですね。ここに金臼が薄状になってるんですよ。ここに物が通ってって徐々に砕けてくる。
ロールじゃないですけど、そうすり鉢があってこうやって回ってるんですね。でそこに麦が少しずつ入っていって砕けるっていうね。端っこが狭くなってる。こういう感じに。これが皮の部分ですね。ふすまのはい、ふすまの部分で、こっちが胚乳です。結構でも茶色いのがそうですね、基本砕くっていうイメージなんで、皮も一緒に砕かれる。でこれを一番最初にこの速さゆっくりにしたり速くしたりっていうのである程度決めてはいるんですよ。で落ちる量はここでなんで結構原始的原始的なんですね。でその見る点としてはこう今回っててここに出てくる量とこの途切れるタイミングがあるじゃないですか。そうです。であとはちょっとこうやって触って触った感じで何を見てるんですか？粒具合というか粗くしすぎてもよくないで細かいなと思ったら落ちる量を増やすかこの回転速度をちょっと上げるか。品種ごととかその農家さんごとによってもう違うんですね。なんで逆にもういくら速くしても引けちゃうやつは引けちゃうんですよね。細かくなっちゃうやつはなっちゃうんで。職人さんが来て実際こういう要望みたいなのをされていくっていうふうになったんですけど。ありますね。硬い品種のものを細かくしてほしいってなってくるとこれをすごいゆっくり回さないといけなくなってそうするとコスト上がりますよっていう話になってきちゃうんですね。例えばその香りの立ち方と胚乳の甘さのバランスをどうにかしてほしいっていう方もそうするとちょっと説明はできないんですけど、弾き方変えます。もう全部今までの説明の概念は覆しちゃいますで出来上がるものもあります。よくうまくいく時もあればあんまり結果が思わしくない時の方が多いかなだから一応そうです。なるべく答えるようにっていうふうにはしたいんですけどただそれも向こうも同じように要求していただいた方にもちょっと我慢して付き合ってもらわないとこれっていうのはたどり着けない。うちは目指しているところはまず 100% でパンが作れる。何の 100%？ この粉で作った粉で 100% でパン作れますよっていうものを出しとけばそれを2割にしようが3割にしようが使えるんですよ。例えばこれ4割にした方が味のバランスいいなってそこでちょっと楽しみが生まれるじゃないですか。でそこに行き着くまでの製粉のプロセスはそこにないんでパンに集中できる。そうなんです。フォーカスできなくなるんです。製粉の方にこうなっていくとプロでもないからいろいろ考えながらやってそっちに頭がいって今度そっちにフォーカスできないぐらい疲れてしまって。もう持ち屋じゃないですけどなのでそういう方にちゃんとお答えできるような粉を作らなきゃいけないっていう。とっても大変なことだけど合致した時の喜びがやっぱりそうですね。中毒者増えましたって一番いいですね。ふすまですね。もう胚乳はないです。もうふすまのみです。でこれが仕上がったイメージからの C ファイルですね。ふすまというか皮の部分はまた別でここで引いてで
ふるいをああかけて、そうなんですね。もうじゃあ限界まで取り除く。そう取り除く感じですあ。あなんで全体の 13% のうちの夢力に関してはもう 9% ぐらいは襖あなんで襖が 4% ぐらいもうここに入ってる。あなんで、これが15キロできて、川の方が、5キロはできないかな、4キロとか3キロ4キロぐらい4キロぐらいかな、ふるって4キロできるかなぐらい、はいはい。川の方要はアルロン素の部分なんででんぷん質がほぼほぼ少ないんですよ。なんでタンパクがすごい高い。気泡の部分がやっぱ身が詰まっちゃうんですね。グルテンしかないっていう感じなんで、後でパン屋さんパン職人の方はここに混ぜる割合、例えば73で混ぜた方がいいパンができる、82の人もいれば91の人もいるし、混ぜないでこれだけでやる人もいるし、それは選択肢として残しておいた方が幅が広がる。皆さん多分全粒粉がメインか、もう白い粉だったら白い粉。その二択ですよね。そこにいっぱいいいですか。あ、いいですか。いただいていいですか。食べられる？全然大丈夫です。ありがたいです。なんか乳酸発酵しにくいらしい。あ、そう、こちらの？酸っぱくなりにくい。ちょっとそれは感じてたかも。そうなんですか。そう。食べた時に感じるかも。酸味が出にくいというか。出にくいかも。なのでいい風に捉えればいい。でもね、奥の方にはちゃんと感じあられます。るんですけど、はい、感じにくいというか。じゃあね、いいあれなので、これとこれ一緒に食べてみてください。わかりました。こっち。まずその精白するのも本当表面、小麦の表面の汚れだけ落としてる程度なんですよね。結局その皮を傷つけられることによって自分を種の保存じゃないですけど守るためにえぐみを出してるんじゃないか。よくあるじゃないですか。ハーブもそうなんですけど、虫に食われたハーブって苦みが出るじゃないですか。それと一緒の現象が起きてるんじゃないかっていうので、うちのラインはそれないんですよね。もうあと石抜きだけなんで。で引くからその純粋なものしか残らないクリアなんだよねっていう、その後味がすっきりというか、味わいとか香りもすごいワイルドさもバンって出てくるんだけど、でもクリアになるというか、すっきりした感じっていう。